おはようございます。今からカバンの中身をご紹介します。最初は手帳です。普段のスケジュールと展示会でのシフト帳だったりとか、すぐメモがどっか行っちゃうので、ここにどんどん貼り付けて、これを見ればいろいろわかるような感じで、スケジュール帳兼手帳、プライベートのことも書いてますけど、何でもここに書いてます。ペンで書くと動作することで脳みそにインプットされている気がして、意外と書いても見ないでも覚えてる。行動で自分に刷り込むようにしているのでアナログ派です。名刺入れ、これは知り合いの作家さんが作っていて、20代の頃からの知り合いの方が革の作家さんになっていて買わせていただいたんですけど、色がもう緑が好きなので一目惚れして買いました。気づくと緑になってます。いろんなものが。植物も好きだからかもしれないですね、もしかしたらね。また緑なんですけどお仕事の時に何でも書けるメモ帳というか、展示会の装飾のデザイン画を打ち合わせの時書く時が多いので、バインダーに紙を挟んで持っていったりとか、契約書をもらう時とかもあるので、そういうのを挟むように、日々持っていく時はこちらの手帳の方にもう挟み込んじゃうんですけど、打ち合わせの時に使うような何でも書ける自由帳みたいな感じです。あとはその展示会の時とかに使うメジャーだったりとか、ハサミだったりとか、ペン、色ペン、割れてない筆ペンっていうんですか、アクリルの色ペン、水ににじまないし、ピーって結構細くも書けるし、いろいろ使いやすいんです。展示会場にこういう風な木を立てて、ここら辺ピンクにしたいとか、会場のイメージ図を描いたりする時に使ったりします。だいたい森を作るっていうテーマで装飾をすることがほとんどなので、緑と茶色、黄色系とピンクがあればなんとかなるかなって感じで、こうやって色が重ねられるし、重ねてもねにじまないので、なんとなく自分がイメージしやすい。なんでペンも耐水性をよく持っていきます。あとは最近喉がすぐ枯れるのでマスク。あとは何かあった時にすぐ使える紐、麻紐だったりとかビニール紐だったり、今日いるなって思うタイミングの時には忍ばせてます。ホームセンターとか行っても、すごい大きなエアパッキンの筒とかを買った時に、ここを抱えると大変だけど、こことここに紐渡してば肩にかけれるじゃないですか。ちょっと紐あると大根だって抱えて帰れるので、エコバッグに入れるより私は紐が好きなんですよね。あとはその打ち合わせの時のイメージ資料みたいな感じで、デザイナーさんとお話しする時にこういうイメージの DM を作りたいとかで持っていったりとか、あとはお花屋さんでお話しする時とかにこういう色合いの装飾にしたいとか、世界観を伝えるのに絵本とかはイラストになってるものの方が世界観が好きなので、特に初めてお会いする方とかお仕事する方とかにはこういう感じで作りたい、装飾をしてほしいのに必須かなと思って持ってったりします。2次元の世界でそこを伝えて、3次元の世界はもうちょっと具体的に現物を見ながらとかになっていく。こういう色合いで DM を作ってほしいとか、アクセサリーの写真の DM ってあまりないんですよ。基本全部イラストにしていて、イラストレーターさんと話すときはやっぱりイラストになっているのは伝わりやすいと思います。財布、私は基本カードとかをあまり持ちたくなくて、長財布とかにはしてなくて、毎年買えるっていうよりは10年近くは使いたいので、少しいいものと思って、で鍵で携帯で、時期的に日焼け止めもあんまり塗らないんで、今の時期だけ。あとは最近ちょっと胃の調子とか頭痛とかを起こりやすいので、フロスと一緒に胃薬と頭痛薬入れてます。さっき紐も言いましたけど、輪ゴムも好きなんですよ。輪ゴムがあれば何でもできると思っていてなんで輪ゴムも持ってます。あとは手ぬぐい
昔ブーツが壊れた時、手ぬぐいを裂いてブーツを止めたことがあります。本当に手ぬぐいってすごいですよ。これもだから紐ですよね。紐になる。ブーツの後ろジッパーだったんですよ。かかとから上までのハーフブーツでチャックがパカッて開いちゃったんですね。2本切って紐でこう結んでぐるぐるって完璧でしたああ、私合理的が好きなのかもね。私はいつでも持ってるこのヘッドホンです。音楽ももちろん聴くし、小説とかを朗読したものを聞いたりもするんですけど、アニメを聞いてます。ラジオを聞いてるような感覚で物語を耳で聞いてるんですよ。映像を見ないから何回聞いてもあんまり飽きなくて、頭の中で物語を想像するんですけど、声優さんって音とか言葉で表現するじゃないですか、状況を。聞いててもなんかすごくよくわかるんですよ。まあ時たま映像を見て答え合わせしたりとか。ブルーロックっていうのをずっと聞いてたんですけど、その前キングダムでした。名探偵コナンとか、まあ今ちょっと少年系ですけど、少女漫画っぽいものも好きであれば聞きます。こればっかりは身体的な問題なんですよ。私耳に溝がないんですよ。ここにこうちょっとこう軟骨みたいなボコボコしてるじゃないですか。イヤーカフとかもこのボコボコのおかげで止まるんですよ。でも私の耳ってつるんなんです。ヘッドホン入らないんです。イヤホンが使えない耳なので、耳に優しいヘッドホン形がもともと好きなので、好きっていうのもあるんですけどね。行ってきます。